こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供を伸ばすゴンサジナは否定していることとは、背育て中の親や教育関係者に向けて子供とのコミュニケーションのあり方を再考させる一冊です。著者の天魚光さんは、子供が本来持つ力を引き出すために日常の声かけや関わり方に注目し、セオナがつい使いがちな否定してしまう言葉が子どもの成長や自己肯定感にどのように影響を及ぼすのかを具体的に解説しています。本書では普段七いひねなくかけてしまう一言が子どもの発想力や自立心の圧を尋み取ってしまうことがある一方で、伸ばす小言葉の使い方を知れば子どもはぐんぐん成長するという希望を伝えています。考える子どもに導く夏のステップ、小子学校までに親にできることという特典もついていて、事件的なアドバイスが満載です。親としての関わり方を見直したい方や、子どもの主体性を育てたいと考えている方にこそ、気づきと学びを与える内容となっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、否定的な言葉とその影響。日常生活で親が無意識に使ってしまう否定的な言葉には、ダメ、できない、まだ早いなどが含まれます。これらの言葉は意見子どもの成長を導いているように思われることもありますが、実は子どもの自己肯定感やチャレンジ精神を奪いでしまうことがあります。自分の行動や考えが否定されたと感じることで、子どもはだんだんと自信を使い、新しいことに取り組む意欲を使うことも少なくありません。本書ではこうした否定的な言葉が子どもの感情や行動にどんな影響を及ぼすか、さまざまな具体力を教えて解説しています。親が子場の持つ力を理解することで、子どもが自己肯定感を持ち成長できる環境づくりができるのです。次に、子どもを認めて伸ばす子西の力ら、できているところを認める、チャレンジを応援する、など、子どもを伸ばす言葉には肯定的なエネルギーが縛ります。子供が失敗した時やできないことに出会った時、否定するのではなく、認めて江坂を押す言葉をかけることで、子供は自分の持つ力や可能性に自信を持つようになります。本書では、認めて伸ばすための言葉の選び方や、子供の行動の捉え方、コマそばを通じた信頼関係の築き方について、具体的なシーンや会話力とともに解説しているのが特徴です。親自身がどんな言葉で関わっているかを見直し、日々のコミュニケーションを少し変えるだけで、子どものポジティブな変化が期待できます。さらに、考える子どもへ導く7つのステップ、本書の特典でもある考える子どもに導く7つのステップでは、親として子どもにどんな関わり方をすれば自分で考え判断し行動できる力が下つのかを具体的に紹介しています。問いかける、待つ、認める、体験させるなど、日常で実験できる7つのプロセスを丁寧に説明。それぞれのステップには心理学的な根拠や子どもの成長過程に合わせたアプローチも含まれています。親がどのように子どもの内発的な動機を引き出し、自主性を育てていくかのヒントが詰まっており、これらのステップを日常に取り入れることで、子どもは自分で考える力だらを自然と身につけていくことができます。そして、日常で気をつけたい言葉の転換法、否定的な言葉をポジティブに変換する具体的な方法も本書の重要なポイントです。例えば、そんなことしてはダメではなく、こうしてみたらどうかな、この方法もあるよと提案性の声かけに変えるだけで、子供が否定されたと感じるのではなく、前に向きな選択肢や考え方を身につけることができます。また、子供がうまくできなかった時も、どうしたらできるかなと一緒に考えていく姿勢が、子供の挑戦心や自解決能力を養う助けとなります。著者は、親が感情的にならず、冷静に子供の成長を見守るためのコツも紹介し、保護者がどのように非の言葉を見直すべきかを具体的に提案しています。最後に、家庭と学校、社会で練習する子育ての視点。子供を取り巻く環境は家庭だけでなく学校や地域社会と密接に関わっています。本書では家庭での言葉がけと同時に
学校や社会の中で子供がどのように伸ばされるのかにも視点を広げています。親と先生が練習して子供の成長を後押しするコミュニケーションのあり方や、社会での経験が子供に与える影響など、家庭外でのサポートの重要性についても解説。子供が多様な大人と関わりの中で自分を表現し、自信を持つために、周囲の大人たちがどのような声かけや接し方をすればよいのか、多角的な視点でアドバイスしています。結論として、子供を伸ばす言葉たちは否定している言葉なんは、子育てにおいて親の言葉がけの重要性を改めて教えてくれる一冊です。特に子供の自己肯定感や主体性を高めたいと願う親や、教育の現場まで子供に接する先生方には、ぜひ手に取っていただきたい内容です。この本では、否定的な言葉のリスクだけでなく、その代わりにどんな言葉を使えばよいか、そしてそれが子供の考える力はややる気をどう引き出すのかを、理論と実験両面から具体的に学ぶことができます。また、特典の新7つのステップは、すぐに家庭で取り入れられる実験的なアドバイスが満載で、忙しい親でも日常から無理なく意識を変えていくことができる設計です。他の子育て本と大きく違うのは、否定してしまっている言葉に具体的に焦点を当てて、その対策まで丁寧にサポートしてくれる点です。親としての自信を持ちたい方、子供の未来のために変化を起こしたい方にこそお勧めします。この本を読むことで、親子の差はより深まり、子供はのびのびと自分らしい成長を遂げられるでしょう。自分の言葉が子供にどんな影響を与えているのか気づかせてくれる本としても、本書は非常に価値ある一冊です。他の本では得られない知見と納得の視点がここにはあります。ご資源いただける場合は、天よ光ポッドキャストの説明、別英に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。